皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今日はですね、私がいつも使っているこちらのニコン ZF と Z40mmF2 スペシャルエディション、この組み合わせについてやっぱりこの組み合わせいいよねっていうお話をしていきたいなと思います。 ZF についてはもうこのチャンネルでは何本か動画にはしてきたんですけど、今回はこの ZF×40mm っていうこのセットの良さに絞ってお話をしようかなと思います。価格のちょうど良さだったりとか、見た目の相性だったりとか、あとは実際にこの組み合わせでどんな写真を撮ってきたのかみたいなところをお話ししようかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。まずなんでこの ZF に 40mm のレンズを買ったのかっていうところをお話しすると、私はこの ZF のシルバーを買った時にレンズも一緒にこの 40mm のスペシャルエディションを選んだんですけど、実はその時に28mm のスペシャルエディションも候補にあって結構迷ったんですよね。で、最終的に 40mm にしたんですけど、これはちょっと理由があって、私は ZF を買う前、最初に使ってたカメラがニコンの ZF-C だったんですけど、その時は 28mm の単焦点をつけて撮ることが多くて、 ZF-C ってセンサーがフルサイズじゃなくて APS-C センサーなので、 ZF-C と 28mm をつけると換算でだいたい 42mm くらいになるんですよね。で、その画角が私の中ではすっごくちょうどよくて気に入っていたっていうところがあって、なので今回フルサイズの ZF を買った時にちょうど良かったっていう感覚に近いのって、28mm より 40mm の方がいいよなって思って自然と 40mm を選んだっていうような感じなんですよね。実際に今もこの ZF に使ってるレンズってこの 40mm のレンズ1本だけなんですけど、後でもちょっと他の画角どうしようかなみたいなお話もするんですけど、基本的にはこの1本でずっと可愛がってるっていうような感じです。で、ここから本題になるんですけど、私がこの組み合わせで一番いいなって思ってるのが、やっぱり 40mm っていう画角のこのちょうど良さなんですよね。40mm って標準の 50mm よりは少しだけ広くて、でも 28mm ほど広角ではないみたいな、ちょうど真ん中ぐらいの画角で、これがすごい使いやすくて、例えば街歩きのスナップとか旅行とか、あとは何でもないちょっとした日々を撮るのにもう本当にバランスがいいんですよね。迷ったら、とりあえずこの1本でいいやって思えるような安心感があって、例えばこの間東京駅のあたりを歩きながら撮ったんですけど、気になったものに対してもう少し近くで寄りたいなとか、ちょっと引きたいなっていう調整が私の感覚的にはすごいしやすいんですよね。広すぎないので画角の中でいろんな被写体が散らかりにくいというか、かといって狭すぎないので周りの要素もちょっと入れつつ、でも主題は決められるみたいな、本当にそのバランスがちょうどいいなって思ってて、あとはお花を撮る時もそうなんですけど、お花そのものを綺麗に撮るのも好きなんですけど、例えばガラス越しに映っているものを撮ってみたりとか、あと周りの要素もちょっと入れながら撮ったりっていう、そういう時も 40mm っていう画角は主役をちゃんと決めながら、でもすっきり見せて撮影できるっていうところが気楽でいいなと思っています。で、さっき画角の話をしたんですけど、個人的にこの組み合わせは見た目の相性も私すごい好きな組み合わせで、この 40mm のスペシャルエディションってこのピントリングのところのデザインとかオールドレンズみたいな雰囲気があるんですよね。クラシカルなこの ZF と並べると、もう昔からこのレンズついてた、このためのレンズなんじゃないかっていうぐらいの統一感があって、私の ZF は今革張りの部分セピアブラウンに張り替えてるんですけど、この金属のシルバーのところと、あとブラウンの革、
あとはこの 40mm のシルバーのリングっていうのを並べるとすごくしっくりくるなと自分の中では思っていて、眺めているだけでもなんか気分が上がる感じがします。それからこのレンズはすごくコンパクトで軽いっていうところも地味にすごく大事なポイントで、私他にもライカとかソニーのカメラとかいろいろカメラは持ってるんですけど、例えば3月頃にだったかな、雪がこう降ってきて、でもその日お出かけする用事があって、本当はライカのカメラを持っていこうかなって思ってたんですけど、雪の中でカメラを濡らしたくないなと思って、でその時にじゃあ ZF にしようって決めて持って行ったんですけど、その時に決め手になったのがこの 40mm のコンパクトさだったんですよね。寒くてこう厚着をして足元に気をつけながら歩くっていうだけでも疲れるので、持っていく時点で大変じゃない組み合わせっていうのはやっぱり大事だなって改めてその時ね思いました。もちろん今だったらソニーの α7C2 と 24mm の組み合わせも十分にコンパクトだと思うんですけど、当時は 40mm のこのレンズが一番コンパクトなサイズだったので、これを持っていったっていうような感じです。あとは写真を撮らない時の話なんですけど、私ここに防湿庫もあるんですけど、この ZF ってこう見た目がもう可愛すぎて、最近はもう後ろの棚とか毎日目に入るところにもう置いちゃってるんですよね。自分で 3D プリンターで作ったインテリアとかと並べるとすっごく可愛くて、眺めているだけでもなんか愛着が湧いてくるところとかなんかいいなって思いますね。では続いては実際にこの組み合わせでこれまでどんなものを取ってきたのかっていうところをちょっと振り返って見てみたいなと思います。ちょっとこれで確認しながら見たいと思うんですけど、まず ZF を買って一番最初に取りに行ったのが彼岸花だったんですよね。確か埼玉県の巾着田、有名ですよね。去年の10月くらいでしたかね。もう朝早くからワクワクしながら行ったんですけど、その会場に行って近づくともうお花の密度がすごくて、人もいっぱいいたんですけど、なんかそういう場所でもこの 40mm ってちょうどよくて、寄ろうと思えば結構寄れるので、40mm 買ってよかったって思いながらなんか撮ってた記憶があります。それから去年、仕事の都合もあって納車した私の愛車テスラ、これもよく撮りましたね。車って結構撮り方の幅がいろいろあって、全体のシルエットを見せて撮るのもいいですし、ボディを前ボケに入れて景色を撮るっていうのもいいなと思いましたし、あとは屋根のガラスについた雫を撮ったりとかもして遊んでいました。あとは去年はパリにも行ったんですけど、いろいろと他の都合もあって結局 ZF で撮影したのは最終日だけだったんですけど、それでも無理やり持っていったカメラになります。どうしてもこの ZF でパリの街を撮りたくて持っていきました。最終日はあいにくの雨だったんですけど、それがなんか逆にちょうど良かったなと思ってて、なんかニコンのカメラってなんか勝手に安心感があるというか、多少濡れても大丈夫そうって思える心強さがあったので、他社メーカーの例えばライカだけ持って行ってったら、多分最終日の雨の日はカメラ持って出て歩かなかったと思うんですけど、ニコンのカメラだから多少大丈夫みたいな安心感がなんか勝手にあるので、最終日も写真を撮りながら旅を楽しめたっていうのはなんかいい思い出だなと思っています。あとは現地で私のこの ZF を見た時に、それどこのカメラとか ZF ってシルバーあるのっていう話を海外の方に何度か聞かれて、日本だけじゃなくて海外でもこのカメラのお話ができたっていうのがすごい嬉しかったっていうのを覚えてます。それから次なんですけど、銚子にも行きました。例えば風力発電の風車を撮ったりとか、屏風ヶ浦の方まで行ってみたりとか、あとは海辺をぼんやり歩きながらパシャパシャ撮ったりとか、お散歩しながら気軽に撮るっていう日にこの組み合わせはすごくいいなと思ってて、この日はね結局行きたかったプリン屋さんに行くことができなかったので、ちょっと心残りではあるんですけど、またどこかのタイミングでトライしに行きたいなと思っています。はい、ということでここまでずっと
この 40mm っていうレンズいいよねっていうお話をしたんですけど、実は最近この ZF に似合う他のレンズもちょっと探してみるのもいいかなと思っていて、ずっとね 40mm1 本で可愛がってきて、それは今でも本当に大本命ではあるんですけど、なんか撮ってるうちにもう少し広い画角だとどんな風に映るのかなとか、この ZF のルックに合うレンズって他にもあるのかなっていうのがなんかだんだん気になってきて、正直他のマウントのレンズも持ってるので、マウントアダプター使えば他の画角でも使えると思うんですけど、このカメラはやっぱ見た目が一番大事なので、せっかくなのでこのカメラを使うときはこのカメラに合うレンズで楽しみたいなって思ってます。なのでこの ZF に似合うレンズ探しみたいなのはなんか他の別の動画でじっくりやってみようかなと思っています。見た目の相性も含めてこの ZF にどんなレンズが似合うのかなって考えたりとか、せっかくこんなに可愛いカメラなので 40mm 以外の相棒を探してみるっていうのもなんか楽しいのかなと思っています。なのでどこかのタイミングでそのお話もできたらいいなと思っています。はい、ということで今回は ZF と 40mm のレンズやっぱりいいよねっていうお話をしてきました。40mm っていう寄れて弾けるちょうどいい画角と並べた時の見た目の可愛さとコンパクトさ、このバランス感が本当に魅力的だなと思います。このカメラをおすすめするとしたら、単焦点1本で散歩しながらスナップを撮るのが好きな方とか、あとは見た目とか持ち歩く楽しさも含めてカメラを選びたいっていう方はすっごく刺さる組み合わせなんじゃないかなと思います。皆さんは ZF にどのレンズをつけて使っていますか？私はこの画角が好きとか、この1本で十分みたいなお話があればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。あとは ZF 以外でもこのレンズ1本が最強だっていう組み合わせってありますでしょうか？ぜひお聞かせいただけたらなと思いますし、きっとカメラ選びとかレンズ選びに悩んでいる方の参考になると思います。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると嬉しいです。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信していますので、よければそちらもフォローしていただけたらなと思います。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。